こんにちは、革靴の件です。先日、トコロジャパンに出演しまして、クッキーさんに革靴を作りました。結構大変だったんですけど、楽しかったです。でですね、クッキーさんに作った革靴、フルハンドメイドの革靴です。フルハンドというのはですね、全て手作業で作る靴ということで、基本的に機械はこのアッパーを縫うためのミシン、こいつしか使いません。その他の工程は全部手作業で、この膝の上で行って一足の靴を仕上げるという感じです。非常に昔ながらの伝統的な作り方ですね。だいたい一足作るのに手間暇かけて数百以上の工程が多分あると思うんですよ。数えたことないんですけど、時間的には100時間以上はかかるかなという感じですね。非常に時間かかるんですけど、その分手作業でしかできないディティールとか履き心地みたいなところがあるので、フルハンドメイドの革靴っていうのは、時間がかかる分高額になっちゃうんですけど、他には変えられない魅力があると思ってます。で、クッキーさんの靴最初から最後まで完成までいく動画をアップしたんですけど、映像だけだとこの作業は何なのっていうねところがいっぱいあると思うんで、僕がその映像を見ながら解説をしていきたいと思います。こんな風にして革靴が作られてるんだっていうのを知ってもらえると嬉しいですね。じゃあやっていきます。これ木型ですね。こんな工房で、自作の工房で作ってます。いろんな道具を使うんですよね。本当に靴専用の道具たちですね。基本的にはこのエプロンを僕が使って靴作りをしてます。今回はですね、これは何かというと、今回作った靴の題名というか特徴をまとめました。ブラックセミブローグというねデザインのスタイルがありまして、ボックスカーフ、ダブルソール、ストーンウェルトとかって書いてありますが、これはこの靴の仕様ですね。こんな感じの靴を作っていきます。でこれ革に型紙を置いて、型紙を写してカットしていきます。なんですが、これ撮影には写ってないんですけど、この型紙を作る作業っていうのもあって、この型紙はこのクッキーさんの足に合わせて作ってあります。穴飾りですね。単なる飾りなんですけど、こうやって穴を開けてちょっと見た目が華やかな印象にしたりとかします。そうやって切ったり穴を開けたりした革を縫い合わせて、アッパー、この靴の上の部分ですね、足を包む部分、それを作ってます。はい、でこれ特徴なんですけど、これ今ね、ベロ裏に白い革を貼り付けました。この穴飾りの裏が、この単の裏だけ白くなってるんですね。他のところは裏は全部黒なんですけど、これはクッキーさんのライダースが好きだったりとか、バイクが好きだったり、パンク系の服装に合わせて、本当にちょっとしたところなんですけど、この単部分だけ穴飾りを白くしてみました。で単裏にはクッキーさんに作りましたというのを書いてきました。これ中底ですね。水に浸して柔らかくしてあります。中底というのは、靴の中のこの足が乗っかる部分の革です。これを木型にこうやって釘で固定して、木型の形状に沿わせるんですね。濡れてる状態から乾くと革ってバチッと固まるので、その特性を利用して濡れてる間に釘で固定しています。バンバンいっちゃいますね。で今から釣り込みの作業に入ります。今ね、かかとに芯を入れました。この道具を使って、これ木型です。あんまり綺麗じゃないんですけど、結構急いで作ったっていうのもあって、見た目はもう無視して、とにかくクッキーさんの足に合うようにっていうところを重視して作りました。木型といってもね、僕が基本的に使ってるのは樹脂型。木じゃない、実際は樹脂なんですけど、こういう靴の形をしたものに革を沿わせていって靴の形にします。
で今なんかいろいろ持ってあったの革とかをこう貼り付けたり削ったりとかして、その人の足に合わせた木型を作ります。で吊り込んでいきますね。皮を引っ張って釘で固定するっていう作業の繰り返しをやっていきます。今叩いてるのはつま先に芯を入れました。革靴ってつま先がねこう硬くなってて、デザイン的な面とあとは指先を守るっていう役割があります。革の芯ですね。基本的にもうほとんど全部革しか使いません。これでつま先の方も吊り込んでいきます。もともと革って平面なんで、それを立体物にするには結構ねこう革の伸びを利用して引っ張って固定してっていうことをやると、だんだんシワがなくなって木型の形に沿っていきます。こんな感じですね。叩いて引っ張ってっていうこの繰り返しです。はい、これで木型に沿いました。でしっかりこうやってハンマーで叩くことで革の繊維が詰まって木型の形状をよく記憶してくれます。これちょっと靴用の針使って、このね今細長いこの部材がウェルトっていう部材で、この細長い革を今から靴に縫い付けていきます。はい、これ結構縫い進めてますけど、中底とアッパーと今のウェルトに穴を貫通させて開けてまとめてこうやって縫っていくんですね。めちゃめちゃ重要な工程ですこれ。で一針縫うごとにグッともう力いっぱい締めて叩いて、この作業がね耐久性を高めてしっかりした靴にしてくれます。はい、これウェルトがつきましたね。靴の周りにぐるっとつきます。で今これコルク貼ります。靴の中っていうのはコルクとかねシャンクとかいうのも入ってて、クッション性とか足の補強というか支えですね、それを作ってます。コルクを叩いて貼り付けて、これヤスリですね。ヤスリでガリガリ削っていきます。ヤスリで削って平らにならしていきますね。でそこのり塗って、でこれソールですね。ソールを貼り付けます。でこれ1枚目のソールです。今回2枚ソールを貼るので、これが1枚目のソール、ミッドソールって言います。中間のソールです。で貼り付けてよく叩きますね。でこれが2枚目のソール、アウトソールというね、一番こう実際に地面に触れるソールです。オークバークソールというのを使ってまして、多くの木の樹皮、木の皮ですね、それを漬け込んだ水に皮も漬け込んで、その漬け込んだ状態で約1年経過すると皮の繊維がめちゃめちゃ密に締まって、すごく耐久性のある皮になってるんですよ。もうほとんどパッと見ね木です。もう硬いんで、それを靴底に、します。水に浸して柔らかくしておいたので、これを貼り付けて、またしっかり叩きますね。今回クッキーさんの靴は1枚2枚ダブルのソールになってます。これがね3枚トリプルソールだったり1枚シングルソールになったりっていうのは、靴の使い方とかデザインによって決まります。余った分をね包丁でカット。で次これ縫い糸、出し糸です。これでね靴底、今貼り付けた靴底を縫っていく糸です。
こんな感じで、これね、そのダブルソール、こうそこ2枚を全部貫通して穴を開けて糸を通して縫い付けています。全部でね、片足で2、300針縫ってますね。手縫いで縫っていきます。はい、でこの作業をね、ちょっと分かりにくいんですけど、こうペラッとね靴底がめくれてるんですよ。でこれは実際さっきのね縫いをかける前に靴底をペラッと1枚薄く包丁で切ってスライスしてめくってるんですけど、それを元に戻してる作業です。これ何の意味があるかというと、靴底を縫った後って縫い目が見えるんですけど、それをスライスしてめくっといた革で隠すことでソールの見た目も綺麗になるし、この縫い目がね地面に直接触れないので縫い目が切れにくくて、その耐久性がアップするという、そういうやり方ですね。で縫い終わったので、靴底の断面コバですね、これ削っていきます。でこれ 4,5mm の革なんですけど、これがねヒールになります。ここに今のねこの 4mm、5mm の革を貼り付けて叩き込んで、これをね積み上げていくんですよ。これ包丁ですね。今貼った積み上げをこうやって削って平らにしていって、でそこにさらにもう1枚もう1枚と重ねて、高さを出します。これですね。これで2枚目。この部材結構木だと思っている方多いんですけど、もちろん木を使ってる靴もあるんですけど、このフルハンドメイドで作るような靴はもうほとんど全部革を使っていきます。でこうやっていっぱい積み上げた結果がこれですね。革をね4枚ぐらい積み重ねることで革の地層みたいになりますね。微妙にこう革の重なりの層が見えると思います。でソールにインクを入れていきます。今回は黒いアッパーに茶色のソール、これで黒のねソールにしてもよかったんですけど、茶色にすることでカジュアルな印象が出ますね。その辺をね自由にいろいろ設定できるのがこの手作業の靴のいいところかもしれないです。これ最後靴底の仕上げをしていきます。靴底を削っていってきれいにしてこうやってね染めていきます。茶色の染料で染めて、これね今取った液体、これ海藻です。フノリというね海藻、これを煮詰めたものをソールに塗りつけると革の繊維が寝て表面が詰まって光沢が出てくるんですね。それをひたすら今磨いているところです。艶出ましたね結構。はい、でこれ今アイロンコテとかの言いますが、鉄の塊ですね。ここにいっぱい吊り下がってる道具なんですけど、これを電熱器で温めているところです。で今手に持っているのがロウですね。それを靴底に塗りつけていきます。でその塗ったロウをさっき電熱器で温めたコテ、これを使って溶かしていくんですね。溶かしてこの革のソールにロウをなじませていくとすごくね光沢が出てくるんですよ。こうやってちょっとキラキラ光ってるの分かりますかね。これロウがこの革に出る状態です。でこれを拭き取ってきれいに均一にしていくとこんな感じでソールがピカピカに光ってきます。これはですねウィールという道具でコロ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 靴底のこの上の部分、ウェルトの部分を転がすことでさっき縫った出し縫いの糸、あれを
こう隠すというか、ある種デザインですね。靴底にギザギザの跡をつけていくという工程です。はい、これ真鍮板をカットして、穴を開けてます。これですね、つま先の補強に使います。つま先の先端で結構削れやすいので、こうやって金属のプレートとかをつけて削れ防止をねしたりします。はい、木型を抜きます。もうほとんど完成ですね。はい、これねシューツリー作ってます。シューツリーというのは靴の中に入れて靴の形をきれいに保ってくれる、服でいうハンガーみたいなもんなんですけど、この靴専用、この靴にぴったり合うようなシューツリーを加工しているところです。しっかりヤスリで削ってツルツルにしてから塗装をしていきます。今回はね渋く濃いめの茶色でいきました。で最後は蜜蝋ワックスを塗って光沢を出して仕上げています。はい、でこれができたシューツリーですね。3分割シューツリーになってまして、この前部分と後ろと中間という分割されてます。でそこに紐と金具をつけてシューツリーになったものを靴に突っ込みます。結構ぴったりです。でクリームを塗っていって最後の仕上げです。靴磨きですね。靴の製造中って結構皮を引っ張ったりとか叩いたりしてそこそこ負担がかかってますんで、最後はしっかりクリーム塗ってケアを水分と油分を補給してあげます。そうするとね光沢も出てくるので最後の仕上げの靴磨きになってます。しっかりブラッシングをした後につま先とかかとにねワックスこれを塗っていくとこんな感じでピカピカに光ってきます。靴全体がピカピカになってきましたね。最後に靴紐を通して完成です。最後にこの最初のねラベルがついた箱にこんな感じで入れてしまって、これでクッキーさんの元へ旅立ちました。クッキーさんありがとうございました。という感じでこの動画に載ってない工程っていうのもたくさんあるんですけど、本当に地味な作業の連続積み重ねで一足の靴が出来上がる感じです。それだけね手間かけて作るのでやっぱり作ってるのにどんどんね自分自身が愛着湧いていきますし、我が子のように生み出した作品なので気に入って長く履いてもらえると本当に嬉しいです。でね本当にしっかり作ってあるのでちょっとや外で壊れることないですし、かかととか靴底が減ってしまってもしっかりね綺麗に交換できるように考えられた製法なので、本当にしっかりお手入れをして大切に履いてもらえれば20年とか30年はこれ大げさじゃなく持ちます。革っていうのはどんどん経年変化をしていきますので、革靴を手入れしていくごとにどんどんね革の光沢の深みとかシワのかっこよさも増しますし、で革は足に馴染んできますので、もう長年履いてるともう本当に多分ね相棒のような存在になるんじゃないかなと思います。というのが革靴の楽しみ方です。今お見せした制作工程も含め魅力が詰まった革靴ね、ぜひいろんな人に知ってもらえたら嬉しいです。ということでクッキーさんの革靴の動画を解説してみました。このチャンネルではねその今まとめたようなクッキーさんの動画よりもさらに詳細な
革靴の革靴の制作動画を日々アップしてますので、よかったら見てみてください。かなりマニアックなんですけど、作業音なんかも含めて楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。